こんにちは、上垣です。近頃海外を目指す日本のイラストレーターが増えてきたような気がします。僕らは2009年にザ・ニューヨーク・タイムズ・マガジンのカバーをきっかけに、それ以降海外の仕事を頻繁にっていうほどじゃないかねいろんな仕事を経験してきました。僕たちがどうやってニューヨークから仕事をもらえるようになったのか、また海外の仕事を取れるようになったのかというような話を今日はできたらなと思っています。ジャックさんの杉です今日は張り切って新しい T シャツを着てきました。よろしくお願いします。大輔です、初めて英語で海外営業をしたことを話します。アリサです。よろしくお願いします。ミンです。よろしくお願いします。海外に向けてどんな営業をしたんですか？子供の頃からニューヨークへの憧れはあったんですけど、社会人になってからはもうずっと東京に憧れてて、で東京に行きたいなと思ってました。でもなんとなく広島で就職してしまって、で広島で結婚して、で広島で独立してしまったんで東京に行けずじまいで、でもその当時東京の仕事イコール全国の仕事みたいな感じで、広島はもう本当に広島のローカルと大きい仕事だと中国地方全域ぐらいの仕事しかなかったんですね。で仕事のスタイルもイラストレーターとしても違ってたんで、やっぱりその頃からずっと東京の仕事いいなとは思ってました。2002年に東京に憧れがあった系で、その中でもブックカバーの仕事をしたくて、最初は2回した。でもコンスタントにもっと欲しい、じゃあちょっと1回行ってみようと思って、もう自分のポートフォリオを持って、そしたら持ち込み行きたいんですけどって言ったら、じゃあ月曜日の3時に来てくださいって言われて、で2社目電話したら、じゃあ来週はちょっと忙しいんで再来週の何時に来てくださいって。それは当時東京に行くのに交通費だけで6万ぐらいかかってたね、もうちょっとかかってたね。そしたら1社行くのに6万ってもうすごい割に合わんわけよ。でどうしようと思った結果、1社だけアポイントメント取って押さえといて、あとはもう飛び込みに行こうと思ってね。飛び込みをしようと思っても、例えば昔講談社に言ったんだけど、講談社ってクソでかいよほいでその時ボンバーみたいな人がおって全然入れんのよね。でそこでその講談社の前まで行って、その編集部とかに電話して、ちょっと訛りも強めに「いや私イラストレーターの持ち込みに来まして、いやだったらそれはちょっとアポイントメント取ってきてください」って言うじゃん、当然。いやそれがですね、僕ちょっと広島から今日出てきて、御社のビルの前まで来てるんですけど、なんとかってもらえませんかって言ったら、その時は 100% ぐらいやってくれる。そしたらその人にはすっごい怒られた。もうなんでアポ取って来ないんだね、そんなのしてないからすげえ怒られて、でも怒ってくれたのすげえ優しい、そういう人一番良かった。で君ね、こんなのね、もうみんな忙しいんだからアポ取ってこないとちゃんと見れないよって怒ってくれたんや。で一応見てくれたんや。仕事はなかったけど、で他はもうほとんどアシスタントとかアルバイトみたいな人しか会ってくれん。ミーみたいなね。ミーみたいなで一日中それをやるわけじゃん。しかも水道橋の方行ったり、いろんな原宿の方も行ったりとか渋谷の方も行ったりして、くったくたなわけよ。でも一つもいい結果がなくて、でもその場で仕事出してくれるってこともないけ、ちょっとなんかこうなんていうの、ゴミみたいな気持ちになって、自分が都会で。さんがね、東京に営業に行ってくるって言った時に、電話かかってきたのを覚えてるよ。だから東京でなんかもう元気がなくなってもう疲れたわって電話かかってきた。神さんね、人生変えたいっていう時にね、漫画を描き始めるんですよ。でね、あの頃はね、漫画2回ぐらい描いてある。漫画新人賞と新人賞取ったけどね、一緒ねでも何にもならなかったね。当時あれは雑誌何だったっけ？コミック一揆。コミック一揆のバージョンじゃなくてそれで、それが東京の話。2008年にもう一回ちょっと東京進出
したいなと思って、でその時にスタッフも大輔とかみんなだんだん揃ってきてて、じゃあ東京進出しようってなった時にインターネットがその頃になったらもうだいぶ普及してたんで、あれこれメールで営業できるねってなって、もしかして東京じゃなくてもニューヨークにメール送っても同じじゃんと思って、でメールのちょっとこう文章だけ英語にしときゃ送れるんじゃないって大輔に言ったよね。で大輔ちょっと送っとってやって言ったんよ。ただメール送るだけだったらもうスパムって思われるよ。それで電話したんですけど、なんて言ったらいいかわからんで最初もうあーってなって緊張せんかった。めっちゃ緊張しました。でもなんかめっちゃかけたいですってよって。あでもかけるのすごいワクワクして、でハローって言った後ね、なんか紙見ながら話すそう紙があって、でその紙リメイクしたやつあるありますあります。モニターの横に貼ってはいThis is 大輔 from IC for Design とか。でだんだんこっちもすごい声がちっちゃくなってくるけ、落ち着いて自信を持ってはっきりとか書いて留守電の時もあって、留守電が一番よくわからんかったんですよ。でパウンドっていうのが単語が全然わからんくて、でも何回もかけたらパウンドってこのシャープボタンを押して録音してくださいなんじゃなっていうのがもうその当時はもうすごい発見大発見でもうここにでっかく書いて。で必ずサンキューって言うとかなんかその作品集を PDF で送りよったら、いろんなところになんか回ったみたいで、逆にかかってきたことがあって電話がかかってきたんですよ、すごいでもなまった英語で聞き取れんかったけど最初でもどうもアメリカのボーリングの球を作る会社でそこのデザインとしてそのやってくれんかみたいな話になって、それ話としてはちょっとうまくまとまらんかったんですけど、すごいな話し込む感じでこういう営業しようんだとか何しようんだって聞かれてそういう話したりして、でもなかなかうまくいかんのんじゃって言って、だったらすごい励ましてくれて、俺はインド人だけどアメリカで頑張っとるみたいな、あんまり英語喋れんけどなんか君の方が喋れとるじゃんみたいな、頑張れやって言われて、頑張るわみたいな、すごいこうなんかすごい励まされて、そこから頑張って。ニューヨークの BBDO のプロデューサーから仕事来たじゃん。はいはいはい。その時も、俺ら英語うまくないけどって言ったら、いや私の部下のデザイナーはポルトガル人で英語話せないわほとんど喋れんよって言われたことが気にせんでいいって言われて、それは大きかった。電話営業の成果はどうでしたか？全部でメールは917件、電話はだいたい450件ぐらい。スカイプじゃないよ。まだそうリアルのメールよ。電話よ。まずこの前提として大輔と話した時に、いや1000件送ったら意見くれるでしょう。じゃあ1000件送ろう。一応目標。リアクションがあったのは全部で250件ぐらい。だから4分の1リアクションがあったってことでもそこからちゃんとつながったのは30件でも30件、すごいね。夜に俺が外から帰ってきたら大輔なんか英語でこんな返答せてきてたやつだなんか「ハロー」とかで話しようって俺全然知らんかったよ。大輔電話しようって。まず俺が思ったのはこれ全部電話しようって思って電話代何もかかるんだろうと思ったよ当時俺の時代って国際電話めちゃめちゃ高いじゃん。最初かけ始めは本当に国際電話で、もうもったいない中かけるっていう感じで厳選したところにかけよったんですけど、途中でデザイナーの知り合いにスカイプっていうのがあるよって教えてもらって、それだったらもう市内通話料金ぐらいでかけれる。あ、そっかそっか、スカイプの国際電話そっからスカイプアウトとかスカイプの通話。そう。そしたらスカイプだけお金かかりませんよ言われて、ああよかったって思った記憶がある。何個ぐらいの国にかけた？いやもう多分20。いやそれが覚えてるのは、最初じゃあニューヨーク攻めようってやったらもう100件ぐらいのところでニューヨークでやろうかっていうとこが出てきたのね。うわすげえじゃんってなって、でも大輔がもうやめたくないってなって電話をね俺は1000件やりますって言うんよなんかやりたいって言うけ、南米とかおもろいんじゃないですか南米に営業してますでもさ、英語じゃないじゃん、南米とか。とりあえず英語で言ってみた。ヨーロッパはフランスで、まあ自分の英語は悪かったかもしれんけど通じる。あ、フランス嫌かけるの嫌とか言おったもんこいつ。フランス語で言ってみようと思って、フランス語で台本作ったけど、ボンジュールすら言えてないみたいで、ボンジョーとか、なんかシューブプレーとか言ったけど、あーって言われるし、全
全然通じいやいやすごいね、フランスはすごいイメージ悪いとか言っとったその時はね、後々またフランスは悪いんだけど、いいイメージになったけど、レップと仕事をし始めたのはいつからですか？レップは100件目ぐらいでやろうっていう人が出てたよね、はいでそれが結構有名なレップで、はい仕事もすごいいい仕事いっぱいあって、少人数だけど有名なイラストレーターが抱えてるところで、そこがまあ一緒にやろうって言ってくれたもんで、まあ興奮したよねその時はね。でメールにバッてこう来た時にちょっとそれがシャレとるもんで、もうウェルカムトゥビッグアップルって書いてあるんよ。その最初に一緒にやろうっていうことになったの、俺らのプロモーションツールを作ってくれるっていうので、それは自費で出さなきゃいけないアーティストがいうので、結構お金払ったよね。まあ10万20万ぐらい払って作品を作ってくれて、多分この最初に入っとったイラスト、こういう街のイラストとかがバーン神さんのが趣味で描いてる。そのいや東京に営業敗れた後ぐらいに次の営業のために作りためた作品です。この辺がそのニューヨークに営業するときに PDF にして送ったイラストで、こういうのは全部その悶々としとった時期に、これ違う、悶々としとった時期にプライベートでこれは私が入社した時にはもうあった。こういうのとかね、この辺を送りました。レップが持っとる顧客さんにバーって配ってくれる、で結局すぐ仕事が来たんで、その仕事のゲラと総裁になって、それ仕事がね。ああ、じゃあその印刷費を払う必要はなかった。なかった。ただギャラから引かれた。レップっていうのはいわゆる日本人的に言うとエージェント、レプレゼンティティブっていうね、英語でレペゼンねアーティストの代わりにアーティストを代表してクライアントやその代理店エージェンシーなんかとお金の交渉をする人、いわゆる代理人よ、日本語で言ったら。そのたくさん営業した後に結局100件目ぐらいで好感触だったニューヨークのレップと一緒に仕事をすることになり、そして最初にやった仕事はハワード・ヒューズ・メディカル・インスティテュートのという雑誌の扉イラスト、その次に入ってきたのはニューズウィークのカットイラスト、そして3番目に入ってきたのがザ・ニューヨーク・タイムズ・マガジンのカバーのイラストでした。最初の2つの仕事はレップを通して仕事が入ってきました。でもニューヨーク・タイムズ・マガジンはレップを通さずに直接僕らのところにメールが来ました。だからそのレップを通して彼らが知ったのか、インターネットを見て僕らを知ったのか、本当のところは定かではありません。で最初の営業でニューヨーク・タイムズには営業してないよね。してない。はい。最初にニューヨーク・タイムズ・マガジンからメールが来た時の話です。でこういうメールが来たんですけど、大輔がもうこっち側でなんかニューヨーク・タイムズ・マガジンからメールが来てますって言うんで、そのメールがここまで見えた時にニューヨーク・タイムズ・マガジンじゃと思って、で実はこうなっとって、これは表紙のここにロゴが入りますよっていうサインでこれもしかして表紙っていう話で、もうちょっとその時はやった、これで俺人生変わるかもって思いました。その時大ちゃんの席が私の席の隣だったわけ。隣だったんですけど、なんか夜な夜な電話始めたりニューヨーク・タイムズ・マガジンからメールが来たってパニックになってたりとかしてるのを隣の席で見てたんで、よかったねと思いましたニューヨーク・タイムズの仕事が来てメール見た時に初めてこう呼吸ができないみたいなってなったのがすごい覚えてて、その日の夜にバーに行ってビッグアップルっていう強いカクテルを2杯飲んで一人で生きて記憶がなくなったのを覚えてます。私は入社したばっかりだったのであんまり覚えてないんですけど、大輔さんがなんかハフハフなったのは覚えてますそれだけ。フォースのこと
いやいや、会社として多分開始4はその1000回のメール送った、そんなに頑張るの会社。でも最初はこの目標は東京の仕事がやりたい、海外の仕事がやりたい。それからその電話とかメールとかやりたいから特別ではない。やりたいことがあったらこのゴールあったらいろいろなことがやった。はい、今回はちょっとその下積み時代の話で盛り上がりすぎてみんなこう思い出してそれ懐かしいみたいなことエピソードで盛り上がってしまいました。で、次回はその実際に仕事が入ってきてでどうだったか、その仕事をこうこなしてそれが終わってどうだったか、そういう話をする予定です。次回もよろしくお願いします。Hi, this is Daisuke from IC4 Design. We are very excited to do this job. We're also very excited, and we want this illustration in the fifth color. Is that okay? Okay. Fifth color, fifth color, fifth color, fifth color? What is fifth color? Huh?